込むですけど。はい、お決まりですか。はい。じゃあ良い誕生日パーティーにしてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。またお待ちしております。姉の美里と美穂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一回予熱してから入れます。今日ピスタチオのシュークリーム春バージョンでしてるので今日までなんですけど、桜が今年なんか開花が遅れてるみたいで、例年と比べてちょっと遅いので、それだったら桜があるうちに桜の限定商品しようかってなって。こう似てる方だねとは言われますね、お客様からは。さっきレジされてた方ではないですよねって。あ、そうですね。えってなりますね、最初は。これですね、いちごをコンポートして作った時にシロップが出るんですけど、それを煮詰めていって固くしたものを今ちょっとチーズと合わせてます。これとまたその後に生クリームと合わせます。
けど、高校生ぐらいの時ですかね、母が病気でちょっと倒れちゃったんで、その時の母の夢がケーキ屋さん、喫茶店みたいなのしたいなっていうのがあったので、じゃあ私たちが代わりに夢を引き継ごうって言って、でそこから2人でお菓子の学校に行ってお店開業するまで頑張ろうねって話して、去年一緒になった感じですね。でももともと母がいろいろ教えてくれてたっていうのも結構決め手の一つになったんじゃないかなっていうのは思いますね。お菓子とか料理とかたまに教えてくれてたので、そこでなんか触れてたのがこの道に進むきっかけになったんじゃないかなっていうのも一つの要因じゃないかなと思いますね。妹の私が福岡で、姉が鹿児島でずっとしてたので、それぞれ別々だったんですけど、なんか距離は離れてたんですけど、双子で働いてる場所はなんか電話して今こんな感じだよっていうのは常に今こういうことしてるよっていうのはお互い把握してましたね。やっぱりそういう存在がなかったら結構しんどいなって思う時期もあったので、なんかお互いこんな感じだけどあと何年頑張ってお店開こうっていうのは常に言い続けてたので、そこに向かって修行を頑張れたんじゃないかなっていうのは大きいですね。そうですね、夕方は夕日が見えるのですごい気持ちいいです。働いてても海も綺麗で山もすぐ目の前にあって、なんか私たち自然がすごく好きなので、疲れた時とかはよく自然に触れに行くので、なんか働くにはすごいいい環境だなって思って、それも魅力の一つでここに決めました。ここの地域が過疎地域なんですよ。なんでなかなか人自体が集まりにくい地域になるのかなと思って、でそこを私たち2人でっていうか盛り上げていけたらいいなって思ってて、メディアだったりとかいろんなイベントに今は出るようにしてます。これが今桜のモンブランと普通のマロンのモンブランしてるんですけど、土台になります。これがですねモンブランになるんで、この上に、クリームを絞っていきますね。働いてきた環境が違うから作り方の工程とかだったら、いやそうじゃないよみたいな言うことが多くて、でそしたらなんかおのずと何も言ってないんですけど、自然に作るものを別々にするようになって、だから1個のケーキを、2人で作るってことはまず今はやってなくて、たまに2人で、
1種類だけ作ったりとかするんですけど、もう今は本当に1から0からですね、0から10まで片方が担当みたいな感じになってますね。生まれてからずっと一緒だったので、ちょっと寂しさはあったんですけど、やっぱりお互い別々の方が引き出しを増やせるのかなと思って、就職先は絶対別々にしようって決めてたので専門学校を卒業してからは別々で修行してって感じ。そうですね、やっぱ専門学校まで一緒だったら、離れる時は寂しかったですけど、でも高校生とかまではやっぱり同じ部活で同じ高校でとかってやってたので、ライバル意識もすごくて、結構仲悪い時期もあったので、普段の生活は少し寂しさを感じましたけど、ちょっと離れて良かった部分も結構あったなって思って、はい。春限定の商品ちょっと多めに出してるので、クリームチーズに桜のあんを練り込んで、ちょっと生クリームの配合を多めにして、濃厚だけどちょっとクリーミーな感じで仕上げてますね。裏ごしした桜あんですね。フルーツタルトとかクレープの中身にこのみかん使ってるんですけど、自分たち2人ともあんまり甘すぎるお菓子が得意じゃなくて、基本的に作るお菓子もちょっと甘さ控えめにして、1個食べても罪悪感とか体が重くならないような感じに仕上げたいなって思ってて、
これ清見みかんと紅甘夏なんですけど、清見は結構甘さがあるんですけど、紅甘夏は結構酸っぱい感じで、果物一つとっても甘さがあんまりくどくならないように心がけてますね。はい、この地元で採れたみかんとかはやっぱり皮も美味しいので、剥いた皮は一回煮て水に何回かつけて、そこからコンフィチュールにしてますね。結構これがピール取るよりも全然美味しくなるので、自分たちでやった方がやっぱり味が違いますね。自分たちで自家製で炊いて使うものとは全然味が違うので、時間がある時はなるべく残してピールにするようにしてます。なんか3月とか4月は屋久島の方の単価も結構入ってきたりするので、なんだろう、時期に合わせて使う果物は変えてますね。一応リンゴをコンポートしたものなんですけど、煮すぎるとちょっと柔らかくなりすぎちゃうんで、食感残して、これもフルーツサルトの中に入れてますね。若干ちょっとシャキっていう食感も残しつつ、なんかデロってなるとやっぱ食べた時の食感がちょっと他の果物と違うかなって思うんで、月ごとにそのおすすめの商品変わるので、おすすめって言われたらその都度聞いてくださいって今言ってるんですけど、今だったら春限定商品が5種類出てるので、その5つになりますね。もうなんかお客様が飽きないようにじゃないですけど、自分たちも作っていっていろんなことをやるのが楽しいので。冷凍庫で締めます。そうですね。鹿児島県産のが多いですね。時期によっては違うんですけど、
今は鹿児島県産のなるべく使うようにしてますね。そこみかんとかは霧島市、ここ隼人町なんですけど、隼人町の朝日のみかんっていうすごい甘いみかんがあるんですけど、それをなるべく使うようにしてますね。ここにはどういう食材があるっていうのはわからないと思うんで、なんかもうちょっとそういうのを打ち出していきたいなっていうのはありますね。なんか最初これシューの中のクリームになるんですけど、いちごのチョコレートとかリキュールでちょっと味付けようかなって思ったんですけど、せっかくだったら果肉も入ってていちごが分かる方がいいかなと思って、いちごコンポートしたものをクリームに入れて、シューのクリームに絞って、コンポートを煮た汁が出るので、それを煮詰めたものをクレープの中のクリームとかに使ったりしてますね。だから結構材料使う時はなるべく余すことなく使うようにしてますね。みかんの皮とかだったり手間はかかるんですけど、味は絶対美味しいので、自分たちで作れるのは自分たちで、なるべく作るようにはしてますね。ムースなんですけど、隼人町の朝日のみかんを使ったムースですね。表面とあと中身にも入れてます。この上のがみかんの皮を、コンフィチュールって砂糖でちょっと煮詰めたものなんですけど、中身はフルーツタルトとかで使って、外の皮をコンフィチュールにして、ムースの中に入れてます。この表面とあとムースの中にも入ってますね。フランボワーズのパンナコッタになってまして、上にこれブリュレが乗るんですけど、ちょっとブリュレだけだとくどくなっちゃうので、酸味も少し入れて、ブリュレを食べても、くどくならないように。
人でずっとプリンやりたいねって言ってたんですけど、なんか普通のプリンだと面白くないので、タルトでプリンを表現した感じになります。でこれだけだとやっぱりどうしてもくどくなっちゃうんで、さっきのフランボワーズ入れて酸味を出してくどくならないように。いちごとバニラのムースですね。コンポートしたいちごと、バニラをふんだんに使ったムースを作ってます。なんか上に今からいちご乗せるんですけど、もう今の時期だったら2番か多分3番ないぐらいですかね。なのでちょっと酸味が強い、酸味もあるんで、その甘酸っぱさとほんのり甘いバニラが合うように仕上げてます。だから上から下まで一気にこういちごと一緒に召し上がっていただきたい一品です。欲しいよ。仕事するときは方向性が決まってたら大丈夫なんですけど、決まってないときが結構揉めますね。次はモンブランカットしていきます。
これさっきコンポートを入れたいちごのコンポートを入れたクリームですね。
もういちごが今は一番あれなんで大きくなっちゃうかもですけど。うん。そう。したやつ。はい、ありがとうございます。はい、お一つ。はい。以上4点です。はい。以上4点。もしかしたらインスタグラム見て。あ、見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。見ました。初めてだったんです。ありがとうございます。来ようと思って。ありがとうございます。すいません、お待たせしました。ありがとうございます。またお待ちしております。レシートはご利用ですか？はい。ありがとうございます。はい。お決まりですか？はい。はい。フレーズバニーがお一つ。はい。で、桜モンブランだけ別で。レジ袋お付けしますか？はい。はい。すみません。失礼いたします。あ、金谷から。ありがとうございます。今日なんか皆さんでケーキ食べられるんですか？ありがとうございます。あ、そうだったんですね。あ、じゃあろうそくつけておきますね。できました。じゃあ良い誕生日パーティーにしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております。大丈夫です。はい。以上3点です。お返しが310円ですね。はい、ありがとうございます。3点ですね。はい、ありがとうございます。またお待ちしております。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。だって思ってら双子さんって書いてありましたよ。あ、そういらっしゃいませ。ありがとうございます。あ、そうですね。デザイナーさんが私たち太陽が好きなので、太陽を浴びて行動することが休みの日とかは好きなので、太陽をモチーフにしてほしいってお願いしたら、デザイナーさんが2人の顔を入れてくださって、だからこのロゴはとても気に入ってます。新商品出した時とかは
今日これが出たよって言ったらお昼過ぎから来て、そこでコーヒーとケーキ食べて帰ることもありますね。だからそれがやりたかった、お店を建てる時にやりたかったことの一つなので、なんか恩返しっていう形でそういうのができてよかったなっていうのはすごく感じながらやってますね。お待たせしました。桜のモンブランです。粗熱が取れるまで置いときます。隠し味にキャラメルを少しだけ生地に混ぜ込んで作ってます。ちょっと強めに焦がしたキャラメルなんですけど、くどくなりすぎないようにな感じで強めに焦がしたキャラメル入れてます。バターも結構強めの焦がしバター入れて作ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。